健康に良いと思ってゴルフボールで足の裏をグリグリしたり、イボイボスリッパを履いたり、青竹を踏んだりする方がおられますが、これらは足にとっては良くはありません。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。今回は足の裏に刺激を与える話なんですけど、よくあるイボイボのスリッパ履いたりとか、足の裏をゴルフボールでグリグリしたりとか、青竹踏みってありますよね。で、ああいうのって良かれと思ってやってる人がすごく多いんですけど、基本的に私この足の専門家で足の現場の治療の現場を持ってて指導してる立場で言うと全部アウトです。全部やめた方がいいですね。ただ今までずっとそれが健康にいいというふうにしてきてるので、なかなかそういうのって難しいかもしれないですけど、いつも私ここでこういう意見を言うと、あなたの意見は極端ですみたいなこと言われたりするんですけど、これは基本的にアメリカ測病医学とかそういうのを全部ベースにして、しかも治療現場で実践したやつを話をしてるんで、私は私なりの正しい見解だと思ってはもちろんいるんですよ。実績もあるしね。で、このことを今回はお伝えしたいと思います。では内容です。まず、青竹やイボイボスリッパ、ゴルフボールが良くないと私が言う理由です。で、2つ目が、それがじゃあなぜ良いというイメージになっているのか。で、3つ目はどうすれば良いのかですね。で、今回の動画をご覧になることであなたは、足の裏への刺激というのが必要がないという理由をしっかりと理解でき、余計なことをしなくなって足の健康を守ることができるようになります。私は足の専門家であり、各動作改善の専門家でもあります。で、世の中に特に足を中心とした正しい情報、健康情報を広めたいなと思ってこういう YouTube をして発信してるんですが、この YouTube の情報というのは皆さんが押してくださる高評価ボタンや、あとはチャンネル登録数によってどれぐらい広がって拡散されるかが決まってるみたいなんですね。ですから皆さんがもしこれらの動画を見て、これはいいなとか、これはみんな知ったらいいのになと思っていただいたものがあったら、高評価ボタンを押してもらったり、チャンネル登録していただけると大変助かります。よろしくお願いします。ではまず、青竹、イボイボスリッパ、要するに足の裏グリグリとかそういうやつですね。そういうのの類がなぜよろしくないかの話なんですけれども、まずこれって基本的にグッと押したことによってこうほぐすとかそういうイメージがあると思うんですけどね。大前提として皆さんはなんかほぐすとか伸ばすって無条件でいいことのように思ってらっしゃる方が多いんですけど、体の中身は伸びたらダメなとこっていっぱいあるんでね、やっぱり。例えばこの骨とこの骨を靭帯でつないでるとしたら、この靭帯が緩んでしまうとこの骨とこの骨はどうなりますかね。グラグラになりますよね。だから何でもかんでも伸びたらいいというわけではないということなんです。まずそれが大前提です。でも皆様多くは無条件に伸ばしたいとか伸ばしたいっていうのはすごくあると思うんですけれども、それはまず伸びていいとこと悪いとこはまずあると。で、足の裏は今どうなってるかというと、足の裏は多くの人が伸びてる状態なんですよね。だから今世の中には開腸則という概念が最近出てきてるんですけど、ネットで検索していただいたら今いっぱい出てきますけどね。開腸則というのは簡単に言えば足の骨が緩んで広がっている状態。だから土踏まずが落ちてベターと横に広がっている状態のことですよね。これは確かによろしくないんですけれども、じゃあそれって広がってるということは今からどっちかというと締まらなあかんという方向ですよね。こう締まらなあかん、締まらないとダメ、という方向ですよね。で、なんだけれども足にも当然横にも縦も靭帯とかがあって、その靭帯が緩んでしまって伸びてるということ、伸びてるのは緩んでるということにつながってますよね。で、靭帯が縮むか縮まないかというのはいろんな説があるし、一般的には縮まないとされてるんですけど、それを置いたとしてもそれ以上伸ばしたらダメですよね。だからそういうふうに足の裏を刺激とかでマッサージとかでほぐそう伸ばそうとすると、余計足の骨は緩んでいってグズグズになるわけです。だから実際に実験なんかしたらすぐ分かるんですけど、足の裏を刺激する前にこういうふうにして肩をこう上げるような実験をして、こんな感じのやつですね。こう上げるような実験をした後、足の裏を刺激した後こう同じように上げようと思ったら肩がものすごい上がりにくくなるんですよね。で、なぜそんなことになるかというと、足の骨緩むと上の骨まで全部連動して緩んでいってるからになるわけです。今方向としては足の裏は緩めたくないっていう方向なんですね。今というか基本的に足というのは刺激ももともと多いところですよね。だって歩くたびに刺激がありますしね。で、刺激十分で、しかもそれが緩んでいってる方向なのにそれ以上緩める必要ない。なのに足の裏をなんかでグリグリしたりとかして緩めると余計ややこしくなるよということですね。では足の裏の刺激がいいというふうに言われているこの理由ですよね。よくあるのが足の裏って内臓につながってて、そこを刺激したらツボの刺激でどうのこうのっていうやつですよね。私は当然体ってつながってるから、経絡つながってるから刺激にはなるとは思うんですよ。それはそうですけど、ただそもそも歩くだけである程度の刺激にはなってるということですよね。そんなに人間の体って鈍感じゃないから、グリグリっと押さないとわからんようなことないですよね。子供も
言って分かることとか言い方を工夫したら分かることなのに、ね、しばき回さないと言うことを聞かないと思ってるのと一緒で、足の裏もグリグリ押さないと分からないって言うとグリグリ押すと反発があったりとか余計ボロボロになったりするんでね、体ってのは結構敏感なんで、感覚受容器って言って、もうそういうのを感知する器官っていうのがすごい張り巡らされてるから、そんなグリグリせんでもいいよっていう風なまず考え方があるというのね。であともう一つは、もし内臓の刺激になるとしても、その前にそもそもそのせいで足の裏の靭帯が伸びてグズグズになるんだったらどっち取るっていう話です。内臓へのアプローチは他にもいろんなやり方できますよね。当然手からもつながってるでしょうし、食べ物でも変えれるだろうし、でも足は足のところがやっぱりすごく大事だから、足としてのまずそもそもの機能を保つための方を優先した方がいいというのが考え方です。もう一度整理すると、一つは足の機能を優先せなあかん、優先してほしい、優先するべきだ。であともう一つは、そんなに強い刺激与えなくても十分刺激になってるよ、じゃあそれでもやらないといけないでしょうかっていうところですね。はい、ではどうすればよいのかですけど、まあ簡単です。それやめましょうというだけですね。だから私が提唱している健康づくりっていうか、あれは正しい動作で自然な動きをしていれば基本的に余計なことはあんまりしなくてもそれで体回るようになってるよというのが話なので、プラスを増やすよりマイナスを減らしましょうという考え方なんですよね。だから負担のない歩き方をする、負担のない立ち方をする、余計なことをしないっていうのが基本ですね。今足の裏に刺激している人はやめましょうと。はい、いかがでしょうか。ゴルフボールグリグリも足の裏のイボイボスリッパも青竹踏みもいりません。当然公園なんかでイボイボのあるところを歩いて我慢して痛いってやるのもいりません。そんなことをするよりかは自然な負担のない歩き方を身につけることの方がものすごく足にとっては重要なことですね。そんな一瞬だけ何かしてもしも効果があったとしても、それよりもずっと歩くのは続けてやることですから、そっちが変わる方が影響が大きいと考えてください。是非頑張ってみてください。